どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。スーさんチャンネルです。さあ、久しぶりの YouTube 撮影なんですけれども、ちょうど今ですね、4月の26日金曜日、今、一倉ダムから帰ってきました。まあ、いろいろね、オープニングとか、撮影してたんですけれども、撃沈してしまいましたので、今日のちょっと一倉ダムの、感想というか、次に向けてでもあるし、もしね、直近で一倉ダムに行かれる方が、もしこの動画を見ていただければ、ちょっとは参考にしていただければなと思います。なので、ヒットシーンとか釣れてるシーンは一切ありません。一応撮影したね、映像はちょっとちらほら、この辺で流しておこうかなと思いますので、今日使ったルアーをメインにね、あとポイントですね。このポイントは結構ね、的を得てるというか、重要なところかなと思っておりますので、ぜひね、ちょっと最後まで見てみてください。さて、今日の一倉ダムの状況、4月26日金曜日なんですけど、僕がね、一倉ダム今日行ったのが、レンタルボート屋さんのね、話で言うと、もう5年ぶりぐらいかなって言われたんですよね。そう考えたらね、もうコロナの前、だいぶ前に行ったぐらいなので、それぐらいになるのかなっていう感じでした。で、今日の一倉は、風が吹いても、2メーター、3メーターぐらいかな。3も吹いてないような気がします。アルミのボート、レンタルボートで、11フィート、12フィートとかあって、僕免許持ってるので、12フィートを借りても、風が吹いても別に操船に困らないというかね。それぐらいの風でしたね。ほとんど無風な状態が多かったような気がします。で、今日、一倉ダムってこういったV の形してるんですけど、レンタルボート屋さんは、東側の上流域にあるんですね。で、僕は西側の上流まで行って帰ってきたっていう感じです。で、今日の話だけで言うと、西側の上流、そしてダムサイト付近とか、東側の上流とか、結構ね、水が死んでるというか、どんよりしてるような、流れもなくて、昔からね、一倉ダムって、他のダムと違って、なんかね、ちょっと野池に近い、僕のね、イメージで言うと。だからダムサイト開けたタイミングとかだったら、爆釣するのかなと思うんですけど、その辺ね、ちょっと一倉ダム僕あんま詳しくないんで、どのタイミングでカレントが効くとかね、その辺を知っている方は結構釣ってくるんじゃないかなと。あとね、ダムサイト付近かな、中流域のところに、なんかエアーの水をブコブコブコって出すようなやつがあるんですけど、今日はね、なんか動いてなかったですね、僕が見る限り。上流行ってる間に動いたかもしれないんですけど、僕が見る限りでは、そのエアっていうのはちょっと出てなかったのかな。あれなんか時間で出したりすると思うんですけど、あれが動いたタイミングとかだったら、またね、ちょっと超過が変わってきたのかもしれないです。なので今日僕が一日ね、メインで、使ったルアー、こちらです。もうね、一倉ダムに行かれる方は、もう絶対もう 100% 持っていった方がいいです。スピナーベイトですね。今日僕は D ゾーンの2分の1をメインに、あと水の色に合わせて、巻いていきました。ちょっと濁ってるなってなると、チャートであったりだとか、アユカラーであったりだとか、こういった、ギル、ちょっとブルーのね、ギルカラーとか、2分の1をメインに、巻いていきましたね。あとはですね、ちょっとコンパクトにしたいなっていう時だけ、OSP ですね。OSP のハイピッチャー。これですね。これは B カスタムかな。B カスタムとか OSP のハイピッチャーを
巻いていったりしてましたね。ちょっとね、波動とか気にしだすと、アピール力とかね、B カスタムが、ちょっと弱いというか、波動的に言うとやっぱり、D ゾーン結構強いんで、その辺はね、もうやってる時の雰囲気。なのでもう D ゾーン一択でいいと思います。ただ、重さに関しては、8分の3か、2分の1をメインに、今日は巻いていきました。で、満水なので、普段干上がってるような、青々とした木とかね、もうほとんどもう使ってるんですよ、水の中に。で、一倉ダムって他のダムと違って、なんせ釣りがやりづらいダムと思ってもらった方がいいんじゃないかなと。僕もね、いろんなダムね、そこまで駆使してるわけじゃないんですけど、七色、池原、高山、つぶろ、青野、この辺は行ったことあるんですよ。で、一倉ダムだけは、多分ね、昔の動画でも僕言ったと思うんですけど、立ち木、きちっとした立ち木も、確かにあるんですけど、どちらかというと、なんか柳のちょっと柔らかいゴムみたいなね、木がめちゃくちゃ多いです。なので、ハードプラグ、クランクとかも釣ったことありますけど、どちらかというとスピナーベイトとかチャターベイトとかの方が、根がかり、回避率が高いやつ、クランク巻くときとかでも、僕はね、ローギアでしっかりと、回避できるような感じで、巻いていかないと、もう根がかりがなんせ多発する一倉ダムだと思うので、その辺はね、気をつけていかれた方がいいのかなと。結構ね、ルアーロストする確率は高いと思います。それは僕が下手だけなのかもしれないんですけどね。あとスピナーベイト以外で言うと、これもあった方がいいですね。シャターですね。これは、ジャックハンマーの2分の1で、逆股の5インチつけてます。なので今日一番メインで巻いたのはスピナーベイトとチャターですね。これを巻いても、もううんともすんとも言わないです。チェイスもないです。ただ、魚はめちゃくちゃいます。さっきのね、一倉ダム、ちょっと出しておこうかな。V の形してるんですけど、ちょうどね、ダムサイトから上流、西側の、中流域って言ってもいいのかな。中流域の、この岬の、この内側、上流から見るとアウトサイド、流れが当たるところなんですけど、ここに、今日はね、多分僕もう20本以上見てますね、魚。ちっちゃいので言うと、40ぐらい。でかいので言うと、50アップが、もうなんせ動き回ってました。ね、なんかベッド組んで、スポーニングとかね、そういうのではなくて、なんせ上流から降りてくる魚が異様に多かったですね。なんかカバーにシュッと入ったりとかして。で、そこで一番反応が良かったルアーが、これです。サイコロラバーです。サイコロラバー。で、一応ね、サイトで狙っていきたい、ブラインドでやってるんですけど、視認性の高い、これはね、白の、レモンなんとかっていうやつからだったと思うんですけど、このサイコロラバーを、青々と茂ったカバーではなくて、どちらかというともう木、もう立ち木とか、カバーでも、ちゃんともう水中まで木が入っているような場所ですね。もう全部打っちゃうと、もう全部打ちたくなるんで、ある程度狙いを絞って、そのカバーのちょっと外側にサイコロラバーをスーッと落としていって、2と1ぐらいちょんちょんとやると、カバーからスーッと出てくる感じですかね。それで一応ね、2回だけね、パッて食ったんですけど、もうすぐに離したりだとか、フッキングしてすっぽ抜けたりだとか、2回だけあったんですけど、一番今日反応が良かったのは、このサイコロラバーでした。まさかこんなライトリーグ一蔵でするとは思わなかったんですけど、一番魚の食いつきが良かったのはこれですね。っていうことで、カバーの中には魚がいるんだなっていうことが分かったので、そこで多用していったのが、こういった直リグとかね、
あとジブとかテキサスとか、そういったものをどんどんこう、カバーの中に入れていくんですけど、これがね、結構スローな釣りになるんですよね。例えば琵琶湖のようなこうウィードの中にパンパン打っていくんであれば、そこまでスピード落ちないですけど、しかも一蔵のカバーってこうなんかこう柳のゴムみたいな木があるので、引っかからないように慎重に丁寧に誘わないといけないんで、すごく忍耐がいるんですよね。でしかも魚が釣れてないので、余計に焦るんですよね。なので、どちらかというと、巻いていった方が、魚に出会う確率は高いのかなと。でその中でも、これはあくまで僕の意見としては、中流域ですね。このポイント。こっち、カレントが当たる側と、インサイド。このどちらかで、魚は結構いてるんじゃないかなと。で、タイミングによっては、クランク、スピナーベイト、チャターベイトですね。そのあたりで、こう、超過が、こう、上がるんじゃないかなと思っております。ただ今日は釣れませんでした。はい。今年一発目の、撮影ということもあって、釣りも全然行けてなかったんで、なんとかね、一本でもと思ったんですけど、撃沈してしまいましたので、近々もう一回一蔵に行こうかなと思っております。で、これからはなんか日吉ダムとか青野ダムとか、その辺のダムも、僕大阪なんですけど、ちょっとね、こう伸ばせばね、行ける場所でもあると思うんで、あとつぶろことかね、あと一応エレキセット持ってるんで、ちょっとダムもね、行こうかなと。結構僕の周りの人たちもね、今琵琶湖が釣れてないんで、海行ったり、ダム行ったりする人多いんですけど、僕もね、琵琶湖で全く釣れてないんで、ちょっと周辺の、ダムに通いつつ、また近いうちね、一蔵ダム、日吉、青野、そして琵琶湖に行って、撮影を成立させたいなと思っておりますので、これを懲りずにまた動画の方見ていただけたらなと思います。一応今回はね、一蔵ダムの状況というかね、釣れてはないんですけど、今日僕が思った一番メインになるポイントをちょっと紹介させていただきました。参考になればね、またなんかコメント入れていただければなと思います。では、本日も最後まで動画見ていただいてありがとうございました。ではまた。